ロボットのジョイントを Python で動かす方法を説明します。パート1では Python スクリプトでロボットのジョイントと外部軸を取得し動かしました。パート2では Python スクリプトでロボットの各ジョイントのプロパティを取得し動かします。インターナル&エクスターナルジョインツアンダーラインパート1アンダーラインアフター .vcmx をダウンロードし、開きます。ロボットの各ジョイントのプロパティを取得します。プロパティを取得する前に、各ジョイントの構成を確認します。ロボットを選択します。モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウのプロパティとビヘイビアをオフにします。プラスボタンを選択し、ツリーを展開します。ルートノードには J1 から J6 とロボットツールを取り付けるためのマウントプレートがあります。J1 を選択します。リンクプロパティウィンドウを確認すると、ジョイントプロパティの項目があります。名前や使用しているコントローラー、初期値などのプロパティが表示されています。Python スクリプトを使用して、ジョイントプロパティの情報を取得します。コンポーネントグラフウィンドウのプロパティとビヘイビアをオンにします。Python スクリプトを開きます。プリントコンプ .dof と記述し、ジョイントプロパティを出力ウィンドウに表示します。dof はノードのジョイントプロパティを取得できます。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、ノンと表示されています。コンプ .dof と記述すると、コンポーネントのルートノードのプロパティを取得できますが、ルートノードにはジョイントがありません。そのため、ノンと表示されます。J1 のジョイントプロパティを取得します。コンプと dof の間に find ノード、J1 を追記し、J1 のジョイントプロパティを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、ジョイントプロパティの情報が表示されています。J1 のジョイントの値を変更します。dof の後ろにドットバリューイコール90を追記し、J1 のジョイントを90にします。出力ウィンドウに表示する必要はないため、プリントを削除します。コンパイルボタンをクリックします。3D ワールドを確認すると、ロボットの J1 が90度回転していることがわかります。コンポーネントグラフウィンドウの J1 を選択します。リンクプロパティを確認すると J1 が90になっています。シミュレーションをリセットし、ロボットの位置を戻します。ロボットのコノードである J1 を取得します。最後の2行は不要なため削除します。プリント、コンプ .children と記述し、ロボットのコノードを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、一つのノードの情報が表示されています。Children は、親の直接のコノードを取得するため、RV13FL のコノードである J1 のみ取得されています。Children に 0.name を追記して、J1 が取得されているか出力ウィンドウに名前を表示して確認します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると J1 と表示されています。J1 からマウントプレートまでのすべてのコノードを取得します。すべてのコノードを取得するには、各親のノードに対してチルドレンを適用する必要があります。つまり、J1 にチルドレンを適用して J2 を取得、J2 にチルドレンを適用して J3 を取得という処理を行います。プリント関数を削除します。外部軸の数値変更は不要なため、コメントアウトします。def getAll Nodes in Component と記述し、getAll Nodes in Component という関数を作成します。第一引数にコンプと記述し、処理をしたい対象のコンポーネントを指定します。
第2引数にノーズイコール括弧と記述し、ノーズを格納するためのリストのデフォルト値を空にします。第3引数にインクルードルートノードイコールフォルスと記述し、ルートノードをデフォルトでリストに含めない設定にします。if, not, nose, nose, イコール、括弧と記述し、ノーズがない場合、からのリストを作成します。if, include root node, イコール、true, nose.append, コンプと記述し、include root node が true の場合、ルートノードをノーズリストに追加します。それぞれの親ノードから子ノードを取得します。for, node, in, comp.children と記述し、指定したコンポーネントから子ノードをノードという変数に代入します。if, node.component, イコール、comp.component と記述し、子ノードが指定したコンポーネント内に存在するか確認します。nose.append、ノードと記述し、指定したコンポーネントに存在する場合、ノーズのリストに子ノードを追加します。取得した子ノードが別のコンポーネント内にある場合は、リストに追加されません。if, node.children と記述し、取得した子ノードがさらに子ノードを持っているか確認します。get all nodes in component, node, nose と記述し、子ノードを持っている場合は、ノードとノーズの値を使用して、関数を再帰的に呼び出します。子ノードがなくなるまで、関数を再帰的に呼び出し、処理を繰り返します。リターン、ノーズと記述し、最後に取得したリストを返します。関数の結果を出力ウィンドウで確認します。プリント、len、get all nodes in component と記述し、リストの数を出力ウィンドウに表示します。ロボットの子ノードを取得したいため、コンプを指定します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、リストに7つのノードがあることがわかります。コンポーネントグラフウィンドウでノードの数を確認すると、J1 から J6 とマウントプレートの合計7つのノードがあります。つまり、7つのノードが取得できていることがわかります。ルートノードをリストに追加します。プリント関数にインクルードルートノードイコール true を追記します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、リストに8つのノードがあることがわかります。ノードはルートノードを含めて8つあるため、すべてのノードが取得できたことがわかります。すべてのノードのジョイントプロパティを取得します。def、get all dof in component と記述し、get all dof in component という関数を作成します。引数をコンプにします。リスト、イコール、マップ、ラムダ x、x.dof、get all nodes in component、コンプと記述します。マップ関数は、リストの各値に対して指定した関数を適用することができます。今回は get all nodes in component、コンプで取得したリストに対してラムダ x、x.dof を適用します。つまり、リスト内の各ノードに対してプロパティオブジェクトを取得します。リターン、フィルター、ラムダ x、x、not イコール、non、リストと記述し、ジョグプロパティがノンでないものを抽出し、リストとして返します。マウントプレートは、ロボットツールを取り付けるためのフレームのため、ジョイントプロパティを所持していません。フィルター関数を使用して、ラムダ x、x not イコール non にしない場合、リストにマウントプレートの non が入ってしまいます。そのため、フィルター関数でジョイントプロパティの情報のみ抽出し、リストに格納します。プリント関数を get all dof in component、コンプに変更し、ジョイントプロパティの情報を出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、ジョイントプロパティの情報が6つ表示されています。
マウントプレートはノンのため、出力ウィンドウに表示されていません。また、getAll Nodes in Component でルートノードがデフォルトでフォルスになっているため、RV13FL の情報はリストに入っていません。J1 から J6 までのすべてのジョイントプロパティが取得できたことがわかります。ノンも取得したい場合は、リターンの not イコールをイコールに変更します。もしくは、フィルター関数を使用せず、単にリターン、リストと記述することで、ノンもリストに代入できます。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、ノンが表示されています。結果が確認できたため、ノンを表示しないように元のソースコードに戻します。リターンリストを削除します。リターンフィルターのコメントアウトを外し、イコールを not イコールに戻します。リストとリターンフィルターの2行を1つのソースコードにまとめて記載できます。2行をコメントアウトします。リターンフィルターをコピーし、貼り付けます。リストを削除し、代わりにマップ関数をコピーして貼り付けます。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、ジョイントプロパティの情報を6つ取得していることがわかります。取得したジョイントプロパティを使用して、ジョイントの値をすべて0にします。プリント関数は不要なため、削除します。for DOF in getAll DOF in component コンプと記述し、ジョイントプロパティを DOF という変数に代入します。DOF.value イコール0と記述し、値をすべて0にします。getApplication.render と記述し、3D ワールドを再描画します。コンパイルボタンをクリックします。3D ワールドを確認すると、ジョイントがすべて0になっていることがわかります。シミュレーションをリセットします。Python スクリプトでロボットの各ジョイントのプロパティを取得し、動かす方法の説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。